皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆけです。いや、とんでもないサウンドバーがゼンハイザーから出てしまいました。こちらなんとサウンドバー1本で 7.1.4 チャンネルを実現してしまったアンビオサウンドバープラスという製品で、こちら2022年の9月に開催された IFA2023 では発表していたんですけど、ついに日本でも発売することが決定したみたいなのです。以前レビューさせていただいた JBL のバー1000でもチャンネル構成的には 7.1.4 チャンネルだったんですけど、これ外付けのサブウーファーが設置されての構成だったんですよね。そう考えるとサウンドバー1本で同等のチャンネル構成を実現してしまっている本機にはかなり期待が持てますね。ということで今回はこちらのアンビオサウンドバープラスを一足先に送っていただきましたので、こちらの音質はもちろん、立体音響の具合だったり操作性なんかも徹底的にレビューしていこうと思います。お使いのテレビの音響に不満がある方、サウンドバーの導入を検討されている方にはおすすめな動画になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、それでは実際にこちら開封していきましょう。こちら同梱物並べてみたんですけど、中にはですね、こちら本体とリモコン、そして電源ケーブル、そして HDMI ケーブル、そしてこちら説明書ですね。こういった HDMI ケーブルなんかは、こんな感じでゼンハイザーのマーク入ってるんで、かなり特別感ありますよね。またこちら別売りなんですけど、専用の外付けサブウーファー、アンビオサブと、そのサブウーファーに使用する電源ケーブルが付属されていますね。実は先ほどもさらっと説明したんですけど、このサウンドバー 7.1.4 チャンネル実現してるじゃないですか。実はですね、サウンドバー単体で 7.1.4 チャンネルを実現してるのって世界初なんですよね。で、サウンドバーに低音を際立たせてくれるサブウーファーだけではなく、天井からも音が降り注ぐ感覚にしてくれる上向きのスピーカー、いわゆるイネーブルドスピーカーも4機搭載されているんですよね。それに加えて今回はこちらアンビオサウンドバープラス専用の外付けサブウーファー、アンビオサブも同じ時期に発売するみたいで、重低音の方もより増強させてくれそうです。それでは続いてサウンドバーの外観を見ていきましょう。もうパッと見で高級感があるのわかりますよね。サウンドバーの前面から側面、そして背面にわたって大部分がファブリック素材で覆われています。また下部がまた違った素材になってるんで、前面から見るとファブリックとのツートンが際立ってますよね。スピーカーの構成としてはハイエンドフルレンジドライバーがフロントに3機、サイドに2機、そして天面に2機搭載されていて、それとは別に4インチのロングスローウーファーが天面に2機搭載の合計9機のユニットで構成されています。これらを 400W のハイエンド DQ アンプで駆動させてるみたいなんですけど、高音を担当するトゥイーターが非搭載なんですよね。フルレンジスピーカーにかなり自信があることが伺えますが、この高音部分がどんな風に仕上がっているのが気になる部分ではありますね。サウンドバー本体のサイズとしては、幅 1050mm、奥行き 120mm、高さが 78mm と、このクラスのサウンドバーとしては比較的コンパクトなサイズになっていて、ある程度の大きさのテレビスタンドがあれば違和感なく設置できるサイズではありそうです。また天面はですね、上部に向けたスピーカーを内蔵している部分がパンチングメタルに覆われていて、横から見ると少し前方に傾いているように見えるんですよね。これおそらくなんですけど、効率よく音を天井に反射させるための工夫だと思います。こういった細かい部分からも音に対するこだわりが見られますね。また天面の中央部には、音量ボタンや Bluetooth ボタンなどの、ボタン類の他に、部屋の環境に応じて音質を自動補正してくれるルームキャリブレーション用のマイクが、なんとこちら4つもですね、搭載されているみたいです。このキャリブレーションについてもまた後ほど試していきましょう。またこちら専用のサブウーファー、アンビオサブはですね、8インチのロングスローウーファーに 350W の DQ アンプを組み合わせた密閉型のウーファーになっていて、最低域は 27Hz までカバーしてくれるみたいです。ちなみに 27Hz ってどんな音かっていうとですね、人って年齢重ねるうちに聞こえる音域狭くなるじゃないですか。この 27Hz、10代の人でギリギリ聞こえる音程の低さみたいで、ほとんどの人が聞くことができないほどの低音を醸し出してくれるみたいです。サイズはですね、幅 274mm、高さ 369mm、奥行きが 274mm、重量は 8.2kg と、結構存在感あるんですけど、サウンドバー本体とワイヤレス接続ができるみたいなので、配線とごちゃつく心配がなさそうですよね。
ちなみにこのサブウーファー、アンビオサウンドバープラスに最大4台まで接続することができるみたいなんですけど、4台も接続する人って日本に何人いるんでしょうか。続いては端子類確認していきましょう。左から電源の入力端子、そしてこちら青い端子がですね、プリアウトといってサブウーファーに有線で接続するための端子です。そしてこちらアナログの入力端子、ソフトウェアアップデート用の USB 端子、こちらが光デジタル入力端子、そしてこちらがですね、テレビに接続するための ARC、EARC に対応した HDMI 出力端子、こちらがテレビ周辺機器に接続するための HDMI 入力端子が2つ、そしてですね、こちらがインターネットの LAN ケーブルを挿すためのイーサネットとなっています。さすがはですね、このクラスになると HDMI の入力端子2つ搭載されているんで、プレイステーション5やブルーレイレコーダーなどのデバイスも2つ接続することができますね。また、アンビオサブにはですね、電源入力端子と、サウンドバーと有線接続用に RCA 入力端子も搭載されているみたいです。ただ基本的にはこちらワイヤレス接続が基本となりそうなので、僕はこの端子使うことはなさそうですかね。それでは実際にテレビの方と接続していきましょう。はい、実際にテレビと接続してみましたけど、どうでしょうか。個人的には65インチのテレビとのバランス抜群だと思います。こういった大型のテレビでも違和感なく使えそうですね。もちろん ARC、EARC に対応した HDMI 入力端子を搭載しているので、ケーブル1本で楽々接続できちゃいますし、HDMI-CEC 機能にも対応しているため、こうしてテレビの電源をオンオフすると、サウンドバーの方もテレビと連動して一緒にオンオフされるんですよね。また先ほども言ったように別立てのサブウーファー、アンビオサブはワイヤレスで接続されているので、いちいちケーブルで接続する必要がないのはすっきり見えていいですよね。今電源を入れて立体音響のアンビオモードにしていたんですけど、こちら右下のアンビオマークが光るんですよね。これめちゃくちゃかっこいいです。他にも中央のこの部分ですね。ここがインジケーター部分になっていて、LED のバーが様々な色で動いてくれるようになっています。例えばナイトモードに設定すると紫色のバーが伸縮したり、音量調整をするとこのように LED バーが伸びたり縮んだりしてくれます。ステータス表示が分かりやすいかって言われると、正直少し分かりにくい部分はあると思うんですけど、そこはスタイリッシュさを最優先したんでしょうね。さて、それでは音質レビューに移る前にですね、軽くサウンドバーの初期設定をしていこうと思います。初期設定は非常に簡単でですね、お手持ちのスマホに専用のアプリを入れてペアリングをすると勝手にサウンドバーを読み取ってくれるので、あとはそこから自宅の Wi-Fi に接続すれば Spotify Connect や AirPlay 2などを使った音楽サービス連携ができますし、 Google ホームや Amazon Alexa といったスマートホーム連携もできちゃいます。さて、初期設定ができたところで僕のスマホにはこのような画面が映っているんですけど、このサウンドバーの力を最大限発揮してもらうのにまず必要なのがルームキャリブレーションなんですよね。ルームキャリブレーションはこちらのボタンから開始することができます。それでは実際にやってみましょう。はい、それではですね、このようにこの部屋の、最適な補正がされたということで、早速音質のレビューに移りましょう。
それではまず専用アプリスマートコントロールの中にあるデモ音源を聞いてみたいと思います。いや、これ想像を超えてきましたね。もう本当にサウンドバーだけって疑っちゃうぐらいの臨場感ですよ。動物の鳴き声が、耳のそばによっては離れてと、とにかく縦横無尽に動き回る、そんな感覚です。サウンドバーだけでこんなに超本格的な立体音響が作り出せるとは、さすが長年プロ向けのオーディオ機器を手掛けているゼンハイザーですね。続いてはドルビーアトムス対応のコンテンツを聞いてみたいと思います。あの人でなし逃げて。追跡されてる。考えて、王からの贈り物に仕込まれたはず。早く。やっぱりすごいですね。靴で、地面を踏みしめる音なんかの、テレビの音響だけではあまり聞こえない繊細な音もしっかりと拾ってくれて、こういった、微細な音もめちゃくちゃクリアに聞こえました。あと声が鮮明に聞こえるんです。最近の映画って通常のセリフがあるシーンと激しめのアクションシーンで音量の差激しくないですか？声が聞こえにくいからってボリュームを上げすぎたらアクションシーンではものすごくうるさいってこと今までよくあったんですけど、これは一切感じなかったですね。これ音域の広さはもちろんなんですけど、スピーカー一つ一つがどの音を鳴らすってしっかりと担当が割り振られているような感じがします。じゃないとこれだけきめ細かい繊細な音は出ないと思います。肝心な立体音響に関してもバッチリ効果が感じられて、特に前方、左右の上、そして頭上に広い音場を感じることができました。映画の中に出てくるヘリコプターとかは本当に頭上を飛んでいるように聞こえますし、耳のすぐそこを通り抜けていくような感覚も感じられます。ただ後方に関してはほのかに音の余韻を感じられる程度で、後ろから直接音が鳴るっていう感じではなかったんです。この部分に関してはやはり物理的にリアスピーカーを設置しているホームシアターには及ばない部分だなと思いました。ただサウンドバー1本でこのクオリティの立体音響が実現できるのは素晴らしいですし、実際僕が体験した中でもダントツでクオリティが高かったですね。また今回視聴した部屋は真四角なシアタールームとかではなくて、後方の壁が遠い環境だったんですよね。そういった視聴環境によっても立体音響の感じ方は変わってくるかもしれません。それでは続いて本機のメイン機能であるアンビオモードを体験していきたいと思います。このアンビオモードはドルビーアトムス360リアリティオーディオなどの立体音響規格に対応していないコンテンツも立体音響に変えてしまうゼンハイザー独自の機能なんですけど、今回はハイレゾでも何でもないフリーミュージックでそのアンビオモードのオンオフの差を聞いてみましょう。
どうですか？動画越しでも格段に違うの伝わりますかね？アンビオモードオフの状態でももちろん音質は抜群にいいんですけど、本当にただ音のいいスピーカーで音楽を聴いているっていう感じでした。ただですね、アンビオモードをオンにした瞬間ガラッと雰囲気変わりますよ。前からしか聞こえなかった音が一瞬で本当ライブで聴いているかのような感覚に包み込んでくれるんですよね。後ろから音が聞こえるとまでは言いませんが、確かに音に包み込まれるような感覚はありました。ただフリーミュージックでこの仕上がりですから、AirPlay 2なんかで空間オーディオとか聞いたらよりすごいんでしょうね。またですね、専用アプリスマートコントロールではご覧の6つのサウンドモードが用意されていて、映画を見るときにはムービーモード、音楽を聴くときにはミュージックモード、ニュースを見るときにはニュースモードなどと視聴するコンテンツに合わせて自由に選べるみたいですね。ただですね、個人的に使用していて一番しっくりきたのがこちらのアダプティブモードで、おそらくなんですけど視聴しているコンテンツに合わせて自動でモードを変えてくれるんじゃないかなと思うんですよね。どのコンテンツを視聴しても違和感がありませんでした。これにしておけばいちいちモードの切り替えをする手間もないので、僕自身はアダプティブモードで固定して使っていきたいと思います。また本機にはですね、ナイトモードとボイスエンハンスメントモードといった小さい音で視聴しながらもナレーションや出演者の声だけを増強させてくれるような機能もしっかりと搭載しているので、夜間に映画などを視聴する方や集合住宅にお住まいの方にはかなり嬉しいですよね。また実際にPlayStation 5でもゲームしてみたんですけど、臨場感半端ないですね、これ。銃声とか爆発音とかの迫力はもちろんなんですけど、敵の足音とかの音方向をしっかりと感じられて、敵が右から来るなとか近づいてるなっていうのが分かったりするんですよね。本格的なヘッドセットと比較すると若干劣る部分はあるかもしれませんが、ストーリー性のある RPG ゲームなんかのよりゲームの世界観に没入したいよって人には、もってこいのサウンドバーだなって思いました。さて今回は近日中に発売が予定されているアンビオサウンドバープラスを一足先に送っていただいたということで、こちらの音質から立体音響の具合だったり操作性なんかを徹底レビューしていきました。いや、さすがはオーディオのプロに、長年親しまれているゼンハイザーですよね。サウンドバー一本にしても全く手を抜いていないことがこちらの製品から伝わってきました。映画なんかを見ていてもほんと一つ一つの音の粒立ちがめちゃくちゃ良くて、出演者の声とその他の BGM なんかが被っている感じがしないんですよね。こういったようにシンプルに音がいいのはもちろんなんですけど、それと同じくらい立体音響に関してもかなりクオリティ高かったです。決して真四角な部屋でレビューしていたわけではないんですけど、ここまで本格的な立体音響が体感できるとは思いませんでした。さすがに後方から直接音が聞こえるって感じまではなかったんですけど、本当一瞬で部屋が映画館に早変わりするようなクオリティではありましたね。ホームシアターシステムを作るほどでもないけど、本格的な立体音響を比較的手軽に体感したいという方にはめちゃくちゃおすすめな製品になっているので、こちらアンビオサウンドバープラスが気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。今後もこういったサウンドバーや家電、ガジェットの最新情報やレビュー動画なんかをじゃんじゃん上げていこうと考えていますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いします。また今回の動画分かりやすかった、ためになったと思っていただけたのであれば、ぜひ高評価ボタンも押していただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。